チボックスの72分の1スケールホーカーテンペストの仮組みを行います。マッチボックスのキットね。そうそう、巡回中のホビーオフにて330円で売っていたもので買ってみました。パッケージは黒箱ね。1990年代頃の再販品かしら。投稿者が都内に通うようになってから知ったブランド。地元の模型店では見かけたことはなかったかな。ちょうどこの再販品が出た頃ね。マッチボックスはイギリスのダイキャストメーカーであるレズニー社のブランド。ミニカーが有名なわけね。1973年頃からプラモデルの販売も開始したみたいね。当初は72分の1スケールの航空機、76分の1スケールの AFV などが中心だったわけね。その後ドイツレベルの傘下に入り、マッチボックスブランドを継続販売していたんだけど、2000年代に入りマッチボックスブランドの販売は終了したみたい。今はレベルブランドにて一部のキットが販売されているわけね。マッチボックスのキットは特徴的な部分があって、特徴的？まずは成型色で2色から3色のランナーを採用していたことかな。普通は1色ですが、昔から数色のランナー構成のキットもありましたが、普通は違和感のない色を選択してますね。マッチボックスはそうではないと。キットによっては全く関係ない色で多色成形だったりします。テンペストはグリーンとライトグレーなので、一応イギリス名彩色になっているわけね。まあ実機の塗り分けには程遠いですけど。さらにモールドも特徴的だった。モールドは大モールドを採用しているんだけど、太めに彫られている感じ。いわゆる運河彫りってやつね。もともとがダイキャストモデルメーカーだったわけで、その関係で太いラインとなっているのかな。昔はおもちゃっぽいって評価だったとか。そうなんだけど、そこが面白いって人もいたりします。それで今回はテンペストですね。そうでした。テンペストは大戦時に作られたイギリス戦闘機、タイフーン戦闘機の発展型とされている。1943年に量産開始されたのね。マーク1、マーク2、マーク5、マーク6とあるみたい。各型式ね。それぞれで違うエンジンを使って開発するように指示された機体だそうです。お上のお達しでそうなったのね。マーク1は液冷のセイバー4エンジンを搭載して時速760キロを記録したとか。めちゃめちゃ速いですね。ですがエンジンの開発が失敗して採用されなかった。残念。マーク2は空冷のセントーラス5エンジンを搭載、時速711キロだけど対戦には間に合わず。これまた残念。マーク5は液冷のセイバー 2B エンジンを搭載、時速700キロで800機ほど生産された。こちらは実際に運用された型式ね。さらにマーク6は液冷のセイバー5エンジンを搭載、142機作られている。マーク5とマーク6が見慣れた形状と感じたのは対戦で運用されていたからなのね。今回のマッチボックスのキットはマーク2とマーク6のどちらかが作れる。機種が選択式になっているわけね。テンペストといえばマーク6の形状なのですが、マーク2の形状は知らなかったのでマーク2で進めようかと思います。なるほどね。他のメーカーからの発売状況ですが、多そうなので有名メーカーに絞りましょうか。時系列で説明します。お願いします。まずはレベルからで1963年に発売されたマーク5かしらね。次はフロックからで1967年に出た。この後フロックはノボとなりまして、ソ連にて生産を行った後に解散。その結果金型が東欧圏メーカーに流れたみたい。ズベズだから出てるキットですね。そして今回紹介するマッチボックスからで1974年に発売された。マッチボックスの中でも初期のキットだったわけね。続いて1978年にはフランスのエレールからも出た。こちらもマーク5ですね。このキットは1989年にエアフィックスからも出ている。エアフィックスとエレールがハンブロール傘下の時期ね。1994年には長谷川モノグラムからも出ている。モノグラムではなくレベルの OEM のようですね。続いて1999年にはアカデミーからも発売。こちらもマーク5ね。2005年にはスペシャルホビーからも出た。こちらはマーク2のキットとなるのね。2021年には KP モデルズからマーク5。こちらはバリエーション展開をしていて、マーク5とマーク6、マーク2が出てるわけね。最後は2022年エアフィックスからで新規金型キットが発売された。いわゆる赤箱ね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは飛行中のホーカーテンペストマーク6なのだ。パッケージイラストはマーク6なのね。では中身を開けていくのだ。グリーンのランナーが1枚、ライトグレーのランナーが1枚、透明パーツが1枚、デカール、
組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは2種類。イギリス空軍第6飛行隊所属機でマーク6、王立インド空軍第7飛行隊所属機でマーク2となる。なるほど。部品点数は38点。コンパチキットですが部品点数は少なめかしら。ではマッチボックス72分の1スケールホーカーテンペストマーク2の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で1パーツというか座席のみなのだ。ケーキパネルもないわけね。そうなのだ。パイロットはついているのね。当然座っていただいた方が良さそうですね。なるほど。その他にも操縦席後方の胴体にも取り付けるパーツがあるのだ。酸素ボンベかしらね。次はエンジンですね。空冷式だけどエンジンパーツはありません。なるほどね。次はプロペラですかね。プロペラも5パーツ構成となる。プロペラをスピナーで挟み込む構造。次はカウリングかしら。カウリングは左右張り合わせで2パーツ構成。この部分がマーク6との違いとなります。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席を挟み込んで接着する。貼り合わせたら先ほど触れた酸素ボンベの取り付けね。操縦席後方の胴体上に2個接着する。次はカウリング全部を接着ね。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。大モールドになります。モールド幅は結構あります。主翼はどうでしょうか。主翼は4パーツ構成。主翼下パーツに主翼上パーツを貼り合わせる。ふむふむ。貼り合わせたら胴体に差し込む。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらも大モールドとなる。主翼の方がモールド幅が狭い気がします。これくらいならば許容範囲かな。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ1パーツずつ胴体に差し込む構造。ここはいつもと一緒ですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずは飛脚とカバーが一体成形となっている。全部で3パーツ構成。タイヤと試着の構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。飛行形態で作る場合はカバーが一体となったパーツが使えるのね。ここは便利で親切ですね。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となる。お好きなタイミングで取り付けられるわね。尾輪にはカバーもあるのだ。次は細かい部分の取り付けね。そうなのだ。左主翼下部に気筒管を取り付けね。残念ながら爆弾などはありません。ちょっと寂しいわね。最後に総評なのだ。今回はマッチボックスの72分の1スケールホーカーテンペストマーク2の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。空冷エンジンのテンペストが作れるキット。当時としては珍しいキットだったのかな。最近だと東欧系メーカーから出てますけどね。大モールドが太くて浅いので敬遠する人がいたんだろうけども、最近は評価する人も多いですよね。ミニカーなどで培われたデフォルメ感覚が72分の1スケールに合っていたのかな。なるほどね。後発メーカーならではの出ていないキットを販売するという戦略などもあったのかもしれませんけど、あの機体作りたいんだけどマッチボックスしか出てないってなるわけね。仕方なく作ってみたらなんじゃこりゃが快感となったのかな。多色成形だけども独特なセンスの配色も記憶に残る要因となっているのかもね。ブランドは消滅しているみたいだけどいくつかのキットは今でもレベルから出ている。いろいろな要素で記憶に残った面白いプラモデルメーカーですね。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。